長寿を保つのはタバコか。こんなんあったら90でこんな階段上がりきらんの。はい、こんにちは。私は中塚茂と申します。山陽コーヒー山陽産業の創業者でもございます。私のね、姉の旦那がコーヒー屋を雇ったんですね、山陽コーヒーはですね。当時浜脇、普通の住宅から発足しまして、現在に至ってるわけですけれど。相当苦労しております。だいたい京都から疎開したんですよ。20年の7月にね。昭和20年7月。で、8月が終戦でしょ。で、終戦が1ヶ月早かったら今ここにはいないんですけれど。叔父が鉱山をやっとったわけです。で、そういう山奥に行きまして。で、そんなとこにおったって、飯を食う種ができませんから。それで、武田の方におりましてね。で、そこで鎌倉屋に奉公しまして。で、365日、休みなし。睡眠時間3、4時間。もちろんその時代ではですね、食べることだけでも大変なところで、また働く場所もそんなになかったところだったんですけれど、やはり1週間続いた人間がおらんわけです。で、そこで私はもう、何くそ精神でね、それを突破して、で、そこで、やはり体力、気力、こういうものができましてね。その当時はね、コーヒーなんてなかったわけですから。で、代用コーヒーをやっとったんです。昔はね、代用コーヒー言うて、まあ、大豆を一旦かとかいう人が多かったんですけどね。大豆じゃ溶けないんですよ。粉末にしてね。で、辛いも、さつまいも。これをコーヒー色に焼くんですよ。で、それを粉にしたやつが代用コーヒーでね。で、それは粉ですから、芋ですから溶けますよね。だからこれがコーヒーだということで昔はね、ブラジルコーヒー言うてね、そこに缶がありますけどね、見せましょうか。で、まあ昔はね、まあそういうこともまかり通ったわけですね。これがその当時の、粉末のコーヒーなんですよ。で、これコーヒーじゃありません。芋ですよね。だけど、コーヒーといえばコーヒーの味がするわけなんですよ。で、コーヒーを飲んだことない人だからわからなかったわけですね。で、そういうものからだんだんやり出しまして、それで別府にですね、その当時の朝鮮動乱の時、キャンプがあったわけです。で、そのキャンプの方から本物のコーヒー、レギュラーコーヒーのね、粉末したやつ一斗缶で、流してもらったわけですね。で、そういうものからどんどん始めて、で、まあ、コーヒーの輸入もちょびちょびできるようになりましてね。それでまあずっと今日に至ってきてるというわけですね。コーヒーはね、やはり世界中にありますよね。コーヒー一杯で、安らぐって言いますかね。そういう飲料じゃないかと思うんですよ。でね、コーヒーっていうのはやはり開かないですね。で、飲料でもね、いろいろ私なんかもやったんですけど、
甘いものとか味のついた飲料はね、開くんですよ。だからコーヒーは開かないんです。アメリカやら、中国、あちこち回りましてね。これはもう絶対伸びていく商品だということで、フィルターにほぐし力を入れたと言いますかね。まあそういうことなんです。それはね、もうあとはもう2代目に、譲っておりますんで、もう私はこれで、終わりじゃないかというふうに思ってますね。はい。で、また2代目がちゃんとやっておりますんでね、もう結構その世界制覇したと。三洋。三洋といえば太平洋、大西洋、インド洋を表す文字であってですね、それが2代目で到達したということでもう満足ですね。これは足の時代です。これ新商品ですね。後悔何にもないです。はい。まあね、普通ね、の社長はね、俺がっていうのが強いんです。私は何にもない。もう煮てこうと焼いてこうと自由にしなさいということですね。まあ一言で言うと非常に厳しい父親だったですよね。まあ例えば、学生時分中学校の時かな、熱が38度以上出て、で母親がもうあんた今日熱があるから学校休みなさいして言うて寝てたら父親が来て「お前いつまで寝とんねん」実は今日熱が出てて「そんなものお前俺が学校まで送ってやるから出血だけ取ってこい」「死にそうになったら帰ってこいね」みたいなこと言われて、死にそうにはならんかったから、結局最後まで授業を受けて、結局そういうことがあって、小学校から高校を卒業するまで、おかげさまで皆勤賞を取らせていただいた。そういった意味では丈夫な体になったのかなというふうに思いますけど。当初は気づく前に小さい会社やからもういろんなことを全部誰もおらんから自分でこうやってる時代があって、その時はほら引き継いでるから今まであるペーパーをこう売ってるわけよね。だところがある時にある時期にっていうかな、価格競争になるのね。とにかくその商品を売ろうと思ったら先のバイヤーから価格のことを言われて、でとにかく価格を落としていかないかん。で価格を落とすためにはやっぱそれなりの紙を使うしかないようなところがあって、でもうとにかく安いペーパーをどうやって作るかっていうことをいろいろ考えたり、その原子を作ってくれる会社とこうやり取りしてた時期があって、その時にね当時まだ社長だった今の会長が「お前一体何やってるんや」と。いや価格競争するためにはやっぱそれなりの安い紙を開発せないかんつう話をした時に「お前ね、信用を落とすのは早いけど落とした信用を取り戻すにはどれだけ時間かかるか分かってんのかお前」ってなこと言われて、ふと気づいたっていう
ことが実はあってですね。でそこからそうだ、安い紙を作るんじゃなくて、逆にクオリティの高いペーパーを作る企業にしていかないかんつうことをこう教えられたような気がして、そこからですね、私が真剣にフィルターペーパーのクオリティを追求し始めたのは、そういった意味ではその一言がなかったら今のカフェックなかったかもしれませんね。これがフィルターの始まり。やはりコーヒーの好きな方っていうのは安らぎのためにね、喫茶店でコーヒーを一杯飲もうかという人でしょうから、それはそれでいいんじゃないですかね。いろいろ言うことじゃないかと思います。